このチャンネルは、やっと天体撮影の中級者程度になった私が、天体撮影っぽいものを紹介していくチャンネルです。オンステップの CNC ビルドを使ってアストロテック AT102ED に電動フォーカサーをつけてみました。すでに ZWO の EAF をつけてうまく動いていたのですが、オンステップを使って安価な2M17ステッピングモーター高くても$20くらいしかしないをつければ、常時装着できて、いちいち取り外して付け替える必要がなくなるということで、やってみました。EAF は、一つしか持ってないからね。複数買えばいいんだろうけど、一つ$200は高いよね、私的には。しかも出来合いのものをまた買うのは、面白みに欠けるし。こちらが、コントローラー側。CNC V3 と Wimos R32 の出来合いのボードをはめ込んだだけのものに、A4988 ステップスティックを一つだけ乗せたもの。非常に簡単。誰にでも作れる上に、そんなに高くない。ただし、電源用の AC/DC アダプターが一つまたは二ついるので、すでに持ってないとその分余計にお金がかかるかも、マイクロステップ設定用のジャンパーも必要だし。オンステップの CNC ビルドは、オンステップのウィキに説明してあります。全部英語ですが、イネーブル信号を 5V へプルアップしてる抵抗を取り外すことも、その中に説明してある。Wimos R32 が 3V ロジックのため 5V にプルアップされてると暴走する。ステップスティックの中でロジック電源へプルアップされてるものもあるので、その場合イネーブルをジャンパーで強制的にグラウンドに落とすしかない。config.h の中でシリアル C ボードデフォルトをオンにしておかないと、Bluetooth 接続できないようになっている。config.h の中でフォーカサー1をオンにすると CNC ボードの Z アクシスに取り付けた A4988 をフォーカサー用のモータードライバーとして使えるようになります。ピンマップを CNC3 に変更することも忘れずに。アクシス4ステップスパーミクロンを計算して正しい数字を設定しないと Android アプリから操作した時に思ってるような移動幅で動いてくれません。フォーカサーの軸を手で1回転してチューブが動いた距離をマイクロステップ数×モーター1回転のステップ数通常200か400のどちらかのはずで割れば1ステップでの移動距離がわかるので、ここから1ミクロン動かすためのステップ数を逆算すればいいだけ。2からはステップ数だけで操作されるので、あまり重要な数値ではないんだけどね。それとオンステップ .ino 中でデバッグをバーボースに設定することを推奨します。デバッグ以外にも適度な遅延が入るのがいいような気がする。こちらが望遠鏡側。3D プリンターで2つに分けて作成し、2M17を M3 ネジで板状のブラケットへ固定、L 字型ブラケットを M4 ネジで望遠鏡へ固定、板状と L 字型のブラケットを M4 ネジで接続している。ほぼ EAF についてくる標準のモーターブラケットと同じ構造。2M17は42ニュートンセンチメートル以上の比較的力が強いものを使うことをお勧めします。モータードライバーの電流値もモーターが許容できる最大値にしておかないと使用通りの力を出してくれなくてフォーカスチューブが動かないことがある。ただし設定値を間違えるとモーターが熱くなりすぎるので注意すること。3D プリンターを使っているので、持ってない人はここにかなりお金が必要。M4 と M3 ネジを使うので、これも持ってない人はいくらか余分にお金が必要。ブラケットのモデリングに使ったのはフリーキャドという無料のソフトウェアで、少し勉強すれば使えるようになると思う。私も全然知らなかったけどできるようになったし。まず Android のオンステップアプリで Bluetooth で接続してトラッキングをオンにしておく。こうしないとステップスティックへのイネーブル信号がオンにならないみたい。で、マニュアル操作できることを確認したら Android アプリを閉じる。もちろん Android アプリでそのままマニュアル操作することも可能です。それからニナでオンステップフォーカサーを Bluetooth で接続。うまく調整するとオートフォーカスが使えるようになります。
この動画を見て役に立ったと感じた方は、高評価、チャンネルへの登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。